はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本、珍しいヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズということで、今週もまた珍しいヴィンテージサックスを紹介していきたいと思います。ぜひ見てください。では行ってみましょう。はい、では今週紹介するヴィンテージサックスは、こちら、マーティンハンドクラフトコミュニティ2ということで、紹介していきたいと思いますけれども、前回ですね、コミュニティ普通の1の方、紹介しました。でね、別名こちら、マーティンライオン&クラウンモデルともこう呼ばれていて、これもね、またね、面白いね、仕掛けがね、結構あるんですよ。なので今回もまた3つのトピックに分けてご紹介をしていきたいなと思います。今度は2ですね。こちらを掘り下げていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では最初のトピック、勇敢さを示す彫刻画ということで、ちょっと最初に音色聞いてみましょうか。なんかね、1よりもね、すごい力強さっていうのをすごく感じるサックスかなと思います。でもなんとなくこう、マーティンらしいというか、この前も1でも紹介した、この音色的にはこう高音域が高いのかな、ちょっと鋭いような、そんな印象を感じますね。で、今回ですね、この紹介するこのコミュニティ2の方なんですけども、このね、また刻印がね、面白いんですよ。でね、特にね、この勇敢さを示す彫刻っていう風に書いたんですけども、ここにね、やっぱね、ライオンとか、こういう王冠とか、こういうものが、今度は描かれているんですね。で、前回は、どっちかっていうと SF 的な、イメージがあったんですけど、今回はなんかこう勇敢さという、要はマーシャルというね、英単語だと言うんですけれども、そことマーティンっていうところを今度掛け合わせた、モデルとも言われているんです。だからね、こうなんかマーティンの面白さってそういう遊び心じゃないんですけれども、その一つ第二次世界大戦がこう少しこう他の国で勃発し始めた頃、まさにこうそういったちょっとしたこう時代背景をこの楽器に取り入れているんじゃないかな。これはもう僕の今一つの意見ですけれども、なんかね、そういうような感じるモデルを出しているなとすごく感じます。で、今回もね、こういったこのライオンとかこういう王冠とか、まさにこういったものがこうマーティンのモデルの名前に来てるところもあったりして、本当ね、マーティンって今のサックスにはこうあんまりこうない新しいこうアイディアをこう取り入れているなっていうのがすごく感じます。はい、では次のトピック、勇敢にごつさ増すコミュニティ1と比較してみようということで、それほどね、こうじゃあ大きなこうモデルチェンジがあるかっていうと、それほど大きなものっていうのはないんですけれども、もちろんこの彫刻、ここの部分もね違いが出てたんですけども、このねキーガードがね、このやっぱ勇敢さというかね、ごつさというか、そういうようなものをね、感じますね。なんかこの形はね、今までこう見たことない、まさになんかマーティン特有のアイディアだなと思うような、まさにね、このデザインしてます。で、あとこのね、支柱のところ、これね、2番管っていうのとこのベルのここの支えに多分なってるところなんですけど、これなんかにもね、ちゃんとね、こだわりを示していて、マーティンのね、刻印が入ってたりするんですよ。結構ここって普通に、金属でただこう、ちょっとピッとあるくらいなんですけど、そういったところがこう、マーティンの、新しいこだわりというか、楽しいところだなっていう思うところがあります。で、あとね、ネックなんかもね、ここが、昔はこう、ワイヤーとかだったんですけど、なんかこう、ちょっとこう、剣っぽいというかね、そういったマイナーチェンジも見られたりします。なので結構ね、この見ていくと面白いなというか、いろんなところにこうまた変化をつけようとしているのがね、すごく感じられるサックスですね。まさにコミュニティ1とはまたちょっとこのデザイン的な部分も含めて変わってきているなっていうのをすごく感じます。はい、次のトピック、現行との違いということで、持った感じとしてはね、あんまりそんな大きな変化はないかなっていう、コミュニティ1とですね。で、本当にまだまだ、操作性的なところは、ちょっとずつは良くなってきているけれど、まだまだ難しいっていうところがありますね。重さ的にはあんまり大きくは変わんないかなと。ただね、やっぱね、サウンドはね、少しこう、ちょっと力強くなったような、印象があります。で、やっぱりいろいろな、今までのサウンド、まさにね、こう勇敢さっていうくらいですから、そういったちょっとね、パワフルに少し感じる音色になったような気がしますね。で、やっぱね、これね、同じくまだまだね、ピッチはね、悪いんですよ。
だからね、ちょっとね、使うにはね、まだまだ、難しいなというか、ある程度本当にこの楽器に慣れるっていうのをしないと、本当にね、難しいサックスでした。なんで、現行と比べると、やっぱまだまだ使いづらさ、まだこの操作性含めて、もうちょっと改善がまだ必要なモデルかなっていうところです。はい、ということで最後にこちら、ハンドクラフトコミュニティ2ですね、を使って、Someday My Prince Will Come。ジャズのスタンダードですね、お届けしていきたいと思います。少しね、パワフルになったこのサウンド、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ぜひ聴いてください。いかがでしたか？この勇敢さを示すパワフルなサウンド感じていただけたんではないでしょうか。ぜひ、この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、何か質問とか何か気になるところ、不明点などがあればぜひねコメントに残してもらえると僕が後でご回答させていただきます。そして、世界初ヴィンテージサックスレンタルでもこちらレンタルやっております。ぜひねちょっとね難しい楽器なんですけども、ぜひね体感してもらえたらなと思います。ヴィンテージサックスコレクションズのホームページの方に写真等もね掲載しているんで、ぜひそちらもご覧ください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤーの熊谷俊でした。